こんにちは、ツインレイルームへようこそ。今日はツインレイ既婚者という非常に繊細で複雑なテーマについてお話しします。ツインレイの関係が既婚者として経験される場合、その独特の挑戦と感情の洪水を理解することは非常に重要です。この動画では、既婚者のツインレイに関する重要なポイントを解説し、あなたがこの旅をよりよく理解し、乗り越えるためのヒントを提供します。では、始めましょう。ツインレイとは、ツインレイは、一つの魂が二つの体に分かれた存在であり、その魂のもう一方を見つけることは非常に稀で特別な出来事です。ツインレイの関係は、深い愛と絆、そして魂の成長を促すための試練と学びを伴います。ツインレイ同士の再会は、双方にとって人生を変えるような体験となり、非常に強力なエネルギー交換が行われます。しかし、既婚者としてツインレイと再会する場合、その挑戦は一層複雑化します。既婚者のツインレイにとって、現在の生活と新たに出現したツインレイの関係とのバランスを取ることは非常に困難です。このような状況は、感情的な葛藤と道徳的なジレンマを引き起こすことが多く、魂の成長と自己理解が不可欠となります。以下では、この複雑な状況に対処するための具体的な方法とアドバイスを提供します。既婚者としてのツインレイの挑戦。既婚者としてツインレイと出会うと、様々な感情的、道徳的な挑戦が浮かび上がります。まず、すでに築き上げた家庭や配偶者との関係がある中で、ツインレイとの強い絆を感じることは、大きな混乱と罪悪感を引き起こすことがあります。これに対処するためには、まず自分の感情をしっかりと理解し、受け入れることが重要です。感情の混乱と葛藤を感じるのは自然なことです。ツインレイとの出会いは非常に強烈で、そのエネルギーはあなたの魂に深く影響を与えます。しかし、この状況を健全に乗り越えるためには、冷静な判断と内省が必要です。自己理解を深め、自分の価値観と目標を見つめ直すことで、最適な行動を選択することができます。また、配偶者や家族とのコミュニケーションも重要です。正直で開かれた対話を心がけ、感情を共有することが、関係を壊さずに進む鍵となります。無理に秘密を抱え込むことは、後に大きな問題を引き起こす可能性があります。自己愛と自己理解の重要性。ツインレイとの関係において最も重要なのは、自己愛と自己理解を深めることです。既婚者としてツインレイと出会うと、自分自身の価値観や人生の目的を再評価する必要があります。この過程は、自己成長と魂の進化につながります。自己愛とは、自分自身を尊重し、受け入れることです。自分の感情や欲望を無視するのではなく、それらを理解し、適切に対応することが大切です。自己理解を深めることで、ツインレイとの関係をより健全に保ち、現在の家庭や配偶者との関係も維持することが可能になります。この過程では、瞑想やジャーナリング、カウンセリングなどの自己探求の手法が役立ちます。自分自身と向き合い、本当の自分を理解することで、ツインレイとの関係における選択と行動が明確になります。道徳的ジレンマとその対処法。既婚者としてツインレイと出会うと、道徳的なジレンマに直面することが多いです。配偶者や家族に対する責任と、ツインレイとの強い絆の間で揺れ動くことは、精神的に非常に辛い経験です。このような状況において、どのように対処すればよいのでしょうか。まず、自己の道徳的価値観を明確にすることが重要です。自分が何を信じ、何を大切にしているのかを見つめ直すことで、適切な行動が見えてきます。また、配偶者との関係を壊さないようにするためには、正直で誠実なコミュニケーションが不可欠です。感情を共有し、相互理解を深めることが、困難な状況を乗り越える助けとなります。さらに、ツインレイとの関係を無理に進めるのではなく、
一旦立ち止まって冷静に状況を見つめ直すことも大切です。時間をかけて慎重に判断し、急がずに進むことで、最良の結果を得ることができます。瞑想とエネルギーワークの活用。瞑想やエネルギーワークは、対人の関係における感情の整理と魂の成長を助ける強力なツールです。これらの手法を活用することで、自己理解を深め、感情的なバランスを保つことができます。瞑想は、内なる静けさを見つけ、心を落ち着かせるための有効な方法です。日常的に瞑想を行うことで、自分自身の感情や思考をクリアにし、冷静な判断を下す力を養います。特にツインレイとの関係においては、瞑想を通じて魂の声を聞き、正しい道を見つけることができます。エネルギーワークも同様に効果的です。例えば、チャクラのバランスを整えるエクササイズやヒーリングの手法を取り入れることで、エネルギーの流れを良くし、感情的な安定を図ることができます。エネルギーワークを通じて、ツインレイとのエネルギー的な結びつきを強化し、関係を深めることが可能です。ツインレイとの距離感の取り方。ツインレイとの関係において、適切な距離感を保つことは非常に重要です。既婚者としてツインレイとであった場合、家庭や配偶者との関係を維持しながら、ツインレイとの絆を育むためには、バランスを取ることが不可欠です。まず、物理的な距離感を保つことが重要です。頻繁に会うことで感情的な混乱を招く可能性があるため、必要な場合は距離を置くことを考えましょう。また、感情的な距離感も大切です。ツインレイとの関係を急いで深めるのではなく、ゆっくりと時間をかけて信頼関係を築くことが求められます。さらに、自己の感情と向き合い、感情的な依存を避けることも重要です。ツインレイとの関係は非常に強力で感情的なものですが、それに過度に依存することは避けるべきです。自己の感情をしっかりとコントロールし、冷静な判断を下す力を養うことで、ツインレイとの健全な関係を築くことができます。家族と周囲への配慮。既婚者としてツインレイと出会う場合、家族や周囲の人々への配慮も忘れてはなりません。家庭や配偶者との関係を維持するためには、家族との信頼関係を損なわないようにすることが重要です。まず、家族に対して正直であることが大切です。ツインレイとの関係を隠すことは、後々大きな問題を引き起こす可能性があります。感情を共有し、家族と共に解決策を見つけることが重要です。また、家族との時間を大切にし、家庭内の絆を深める努力を怠らないようにしましょう。周囲の友人や知人にも配慮を忘れずに、彼らの意見や助言を聞くことで、冷静な判断を下すための助けになります。また、信頼できる友人に感情を打ち明け、サポートを受けることも有効です。周囲のサポートを得ることで、困難な状況を乗り越える力を養うことができます。ツインレイとの未来。ツインレイとの関係において、未来のビジョンを描くことは重要です。既婚者としてツインレイとであった場合、その関係をどのように進展させるか、具体的なプランを立てることが求められます。まず、自分自身の目標と価値観を明確にすることが大切です。ツインレイとの関係があなたにとってどのような意味を持つのか、そして、それがあなたの人生にどのような影響を与えるのかを考えましょう。また、ツインレイとの関係を進展させるためには、現実的な問題にも目を向ける必要があります。家庭や配偶者との関係をどうするか、そしてその選択がどのような結果を招くのかを冷静に判断しましょう。最終的には、ツインレイとの関係があなたの魂の成長と幸せにつながるものであるかどうかを見極めることが重要です。ツインレイとの未来を見据え、最良の選択をするためには、自己理解と内省が不可欠です。魂の成長と自己実現。ツインレイとの関係は、魂の成長と自己実現に向けた重要なステップです。
既婚者としてツインレイと出会うことで、自己の内面を深く見つめ直し、真の自分を発見する機会が与えられます。この過程は、自己理解を深め、魂の進化を促すものです。自己実現とは、自分自身の可能性を最大限に引き出し、自己の本質を表現することです。ツインレイとの関係を通じて、自分が何を求め、どのような人生を歩みたいのかを明確にすることができます。この過程は、自己成長と内面的な変容を伴い、あなたの人生に深い意味と充実感をもたらします。ツインレイとの関係を通じて得られる魂の成長は、単なる個人的な幸福にとどまらず、周囲の人々や世界全体にも影響を与えるものです。自己実現を果たすことで、他者に対してもより良い影響を与えることができ、共に成長していくことが可能です。ツインレイの関係の終わりと新たな始まり。ツインレイとの関係が終わりを迎えることもありますが、それは新たな始まりでもあります。ツインレイとの関係は、魂の学びと成長の過程であり、その終わりは次のステージへの移行を意味します。ツインレイとの関係が終わったとしても、それは失敗ではありません。むしろ、その経験を通じて得た学びと成長が、あなたの魂をさらに進化させるのです。ツインレイとの関係が終わった後も、自分自身を見つめ直し、新たな目標を見据えて進むことが重要です。また、ツインレイとの関係の終わりは、新たな関係や機会を迎えるための準備期間でもあります。自己成長を続け、内面的なバランスを保つことで、新たな出会いや経験を迎える準備が整います。ツインレイとの関係を通じて得た教訓を生かし、より充実した人生を歩むためのステップを踏み出しましょう。まとめ、既婚者としてツインレイと出会うことは、非常に複雑で感情的な挑戦を伴います。しかし、自己理解を深め、冷静な判断を下すことで、この関係を健全に保ち、魂の成長を促すことができます。ツインレイとの関係は、あなたの人生にとって非常に特別なものであり、その価値を理解し、尊重することが大切です。この動画があなたのツインレイの旅に少しでも役立てば幸いです。もし、この動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。また、ツインレイについての質問や経験があれば、コメント欄でシェアしてくださいね。次回の動画もお楽しみに。ツインレイルームでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。